はい、こんにちは。タモン丸のカンコレ、タモン丸です。本日は、春イベント2021激突ルンガ沖野戦パート11アイアンボトムサウンド、前回に引き続きまして、宗谷をね、求めて出撃をしていくという感じになります。なので、今日も頑張っていきましょう。かのやさん、こんにちは。はい、かのやさん、こんにちはです。今日も、元気にね、カンコレ楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。いやー、だいぶ、裏の方でもね、裏というかね、配信外でも何回か出撃してみたんですけど、全く成果が上がってないような感じなんで、空母級さん、皆さん、こんにちは。空母級さん、こんにちはです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日果たして宗谷に会うことができるのか。今日もね、一応時間の方としては1時間くらいですかね。配信はしていきます。かのやさん、つい先ほど 5-2 個を突破いたしました。ついに第2ボス倒されたんですね。おめでとうございます。そうなるといよいよ最後のね、戦いが始まるわけなんですけど、ちょっとその前にね、ギミックがあったりもして、でも、一つ一つ攻略していけば、大丈夫なので、空母級さん、おめでとうございます。ぜひね、まだまだ時間がありますので、体調には気をつけてね、出撃をしていきましょう。それでは、早速出撃していきたいと思います。かのやさん、質問ですが、5-3 ギミックって支援艦隊使いましたか？はい、5-3 のギミックですね。これはかのやさん、ありがとうございます。装甲破砕のことになるでしょうか。だとすれば、支援艦隊、道中決戦ともに出していった方がいいと、思います。特に、ボス戦は決戦支援を出していかないと削ることすら厳しい状態というのは、第二艦隊がね、本当に壁となって立ちはだかってしまうので、野戦に行こうにも野戦に持っていけない状況になりますので、ぜひその際は命中重視、砲撃支援ですね。火力でいくと、戦艦火力でいくと、今私が使っている艦隊でいくと、アイオワの場合だと、火力で190くらいですかね。手法はある程度積んでいって、あとは電弾ですね。命中性能を向上させるような感じにしておけばいいと思います。
武蔵も同様ですね。火力が武蔵の方が高いので、電炭を多めに装備しておいた方が戦果が上がりやすいかなというふうに思っています。あとワシントンに関しては、火力よりも命中重視の、電炭、手法を2個ずつ積みというような感じですね。はい。多聞丸のカンコレさん、URL 省略。今 URL 貼らせていただきました。こちらが私が今回攻略した時に当たった時の艦隊の編成が載っていますので、今出撃するのもほとんど同じなんですけども、もし金谷さん参考になるのであればぜひ使ってみてください。はい、それでは早速出撃の方ねしていきたいと思います。すいません、ちょっとブラウザー固まっちゃったな。すいません。サンクスです。ちょっとブラウザー固まっちゃったので、一回ブラウザー落とします。すいません、皆さん。少々お待ちください。いや生放送してますとね、こういう事故が事故じゃないんですけど起きちゃいますね。よし、これで大丈夫ですね。はい。それでは、通常通りの出撃にしていきましょう。トップ任務ですね。はい。ごきげんよう。進もう。一応ね、この海域になってクリアをしたわけなんですけど、艦隊が皆さん出撃可能になっちゃうんで、第一艦隊間違って1000回も出撃させたりもしたりしてどうしたものかと思いましたけども、結論から言うと入居させた艦を第一艦隊に入れておけば大丈夫ということに、なりましたので、今第一艦隊の方にはね入居中の艦がありますから、これでもう間違って出撃することはありません。出撃するとね、艦隊内に入居中の艦がありますということで出撃できなくなってますので、これでもうご出撃はありません。安心ですね。では、遊撃部隊出撃していきます。最初の空中戦は臨形陣で突破をしていきましょう。突撃用意。行きましょう。
リアすると殺制限取れちゃう弊害ですか？ええ、殺制限がね、なくなっちゃうんで、今までね、他の海域で出撃していたカンムスも、みんなこの海域に出撃することがね、できるようになっちゃうということで、最初は第二艦隊の所属している艦であれば大丈夫かなと思ってやったんですけど、結局ダメで、であればね、もう強制的に出撃不能にするしかないということで、もしこういった状況になるようであれば、このようにしてもらった方がいいと思います。さあ、最初から中破してしまったけど、まだまだこのまま前進していきます。各艦突撃用意行きましょう。あちらにも敵が。まさか軍狼戦術？近代兵装なめないで。少し痛いですよ。よーし、まずは最初の攻撃はね、かわせたので、あとは左舷撃て。砲撃戦も気を抜くんじゃないの？いける。後続艦隊いいわね。続いてください。鹿野屋さん、今まで別殺艦を第一に置いてましたが、それだと NG でしたね。そうですね、もう出撃をさせることがもうそれだけで間違ってね出してしまうことになりかねないので、私も今回キラ付けしてるカンムスで損傷した艦をね毒入りしてますので、本当に嬉しいです。そうしておけば間違って出撃するようなことがねなくなりますので、ぜひ活用してみていただければなと思います。本当にね、ここボス戦まで道中対空対戦水上に野戦というね、よくも考えたものだなと思われる編成なんですけどもね、なんといっても警戒陣が本当に強力ですから、削りの段階であればね、警戒陣でやった方がいいのかもしれないですし、ここは正直何とも言えないですね。自分はもう全て単獣陣で、行ってしまったので、何回もねダメージ与えられないでしまったのもあります。いける。さあ、連度の上がった高波の力お見せするかも。打ち方はじめ突撃よ。行きましょう。やはり警戒時は、強いですね。嘘、私が指令本当ですか？やった黒潮さん見てましたか？私やりました。さあ、どんどん行きましょう。単勝と勝者突撃します。私に続いて。魚雷も自発装填済みです。これからです。下がりません。よし、まずは一隻。敵艦発見。後続艦隊そう、続いてください。いいぞ高波。いける。さあ、
あー、ここで長波ももらっちゃったか。あ、これもう一回来ちゃうな、これ。大丈夫かな。よし、耐えた。服を切らせて骨を断つのよ。どう？私の戦闘は少しは参考になったかな？お礼なんていいのよ。野戦でもね、やっぱり警戒陣があるとこうやってかわしてくれるので、大変ありがたいですね。あと、そうですね、いつも、確認で申し訳ないんですが、今日は、BGM、あとは、音声ですかね。特に問題ないとは思うんですけど、もし、おかしいなとかありましたら、コメントいただけると嬉しいです。今の磯風の力、なめないでもらおう。この上から2番目のね、相手の第2艦隊の駆逐艦、こいつだけは落としたいんだけど、落とさないと先制来撃してきちゃうんだよね。こうやって第2艦隊からの戦闘が開始されるのでね。そして終わってからの来撃戦。これもかなりね、威力が増していますけど、装甲破砕前だとここが来撃してもね、半分くらいしか削ることができなくて、野戦に行っても、5択 6択とかね、なっちゃうのが本当に辛い戦いでしたね。そして、ここからは支援艦隊本体がね今来てるので、今回は誰が来てくれるかな。私に続いて助言修正急いでください。戦艦ヤマト全手法全力射撃いきます。キラリンビーム。違う。32区鈴波了解。突撃だ。そうか、それならやるしかないわね。してみる？野戦で活躍したかったのはね。やらせるだよ。撃て。負けるか。藤波も機関に当てていく。早波どうだ。よーし、あと2級と本体ボスのみですね。カットインじゃないのにね、200もダメージ当てていく。こちらもだいぶ被害出てますね。
でもまだまだ。いける。さカゲロウいけるか。いったーね。今回もみんなの力で勝利ね取ることができました。本当にありがとう。私が指令本当ですか？やった黒潮さん見てましたか？私やりました。いや親潮がねまさかねこんなに活躍する時が来るとは初め思ってなかったんですけども、いや本当に今回は高波もね活躍してもらってますけども、本当に親潮に頑張ってもらってます。やったー、出たぴょん。うずきでーす。うーちゃんって呼ばれてまーす。やったー、出たぴょん。うーちゃんね、ここでうーちゃんは初めてかな。第31戦隊で頑張ってもらってます。はい。艦隊戻ってきたぜ。よかったよかった。最初の出撃ですからね、こんな感じでいいのかな。補給、確かにいただきます。補給助かります。補給は大事だ。それなくしては戦えぬ。すみません。一応ね連合艦隊の出撃ではないので、燃料の消費とかはまだいい方なんですけども、ほんま体中が痛くてたまらんね。いつものイベントでしたらね最終回帰というのはほとんど連合艦隊でね殴り合いになるのが普通でしたから、修理が必要です。今私の鎮守府の備蓄の量でいくと、最終的にクリアした時には、燃料弾薬ともに4万切ってましたから、もうそれ以上戦うことになるとなればちょっとお休みするね。ちょっとね作戦というかよっぽど準備してからじゃないと いけないかなと思っていたんですけども、なんとか申し訳ありません。全部ねうまくいって攻略した感じなので、すぐ出ますから。うまくねちゃんと攻撃が当たる順番とかもねいかないと、簡単には倒れてくれない、という感じは受けますね。特にね道中どうしても被弾をしてしまう可能性が高いですからね。鹿屋さん、5-2で燃料が10万、燃えました。そうですね。やっぱり連合艦隊の出撃が燃料消費をね、誘発しますからね。ご説明します。それに、道中支援も、砲撃支援を出さないといけないし、決戦支援を出さないとね倒すところまでいかないですから、おそらく今回のイベントの中では 5-2 で一番消費が激しかったんじゃないかなと思います。グラガルフもコロンバンガラでもあいつらはほんと夜はガチで別物。やばすぎだろ。ここにいんの？リアリーってことでね、ホノルルは第一線で戦っていたカンムスですから、相手がね第二水雷戦隊ということで非常に
まあ陣痛、七波、まあユーグモ型の子たちを見たらやっぱりちょっと怖がるでしょうね。よし、では2回目行ってみたいと思います。ごきげんよう。カプテンマラチさん、こんにちは。カプテンマラさん、こんにちはです。攻略の方ね、進めていらっしゃるのを拝見しております。まあ私程度で、参考になるかはわかりませんけども、もしよろしければ見ていっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。本当でしたらね、英語かインドネシア語でお答えしたいんですけど、すいません。言葉足らずで。作戦計画概要をご説明します。違うな。ここは第2第3は僕にしないといけないので、はい、よいしょ。講談作戦最終作戦海域。果たして、作戦要項今日宗谷に会うことができるのか、それは誰もわかりませんけど、出撃しないとね、会うことはできないので、まあ、イベントの方もあと残りわずかとなってきましたから、まあ、できるだけ出撃をして頑張っていきたい。まあ先日コンプティークの発売がされて、まあ、その中にまあ情報としてありましたけども、まあ、鹿屋今回、鹿屋さんではなくて、宗谷ですね、今回初めての実装となりましたけど、またいずれかのタイミングでね、まあ、開講する機会が来るというふうに、まあ、ディレクターの方がね言ってらっしゃいましたので、もし今回開講ができなくても諦めることなく次の機会をまた迎えて、その時にまたねチャレンジしたいと思います。というのもね、私もまあカンコレ長いことをやってはいるんですが、イベントで全部カンムス揃えたということはね、だいたいそうだな、3回に2回ぐらいは揃え、ちょっと言い方があれなんですけど、3回2回ぐらいの割合で揃えられてはいたんですね。最初に揃えることができなかったのは谷風ですね。この子が実装になった時、なんとかね開講したいと思って頑張ったんですけど、鹿屋さん、宗谷堀派諦めてますん。鹿屋さん、宗谷堀、そうですね。まあでも確率的にはだいぶですけどもね、高めの設定になってるようなので、まあ A 勝利でも会うことがねできるようなので、攻略中にね会うことだって十分考えられますので、諦めずにね行きましょう。私もね今回は今ある燃料弾薬全部、使ってでも、挑戦していきたいと思っています。よし、まずは空襲と対戦マス突破ですね。続けてこれより敵艦隊水上戦ですね。見張り員各員奮闘せよ。大丈夫？
撃用意。行きましょう。あとはそうですね、まあこれは毎回言ってることですけど、プレイヤーである提督がね、体調不良ではいい結果が出せませんので、体調管理には十分気をつけていきましょう。私も、最近ちょっと暑くなってきてますので、今日配信中ではありますけど、水分をね補給しながらやっています。なので皆さんもね、水分補給忘れずに、体調管理も忘れずにしていきましょう。今回はダメージ受けちゃいましたね。追撃はしませんし、中破艦に関してはこのままにしていいんですけど、こういう時の判断を間違うとね、大変なことになりますので気をつけたいですね。提督やるじゃんか。いけるよ。この場合は、大破したのが黒潮だけなので、撤退させることができますけど、もし大破がね、2人以上になった場合、意見具申が出なくなるはず。もしくは、具申しても1隻だけしかできないので、そのまま進軍すると、最悪ロストするっていうことがね、出ちゃうので、こういった判断をするためにも体調管理重要です。では、退避させます。そして、進軍ですね。一応、ここも索敵の関係があるので、あまりね、2人も3人も撤退しちゃうと今度、ボス前で逸れてしまうっていうこともありますので、ちょっと余計めに電炭とね、偵察機積んであります。魚雷の自発装填済みです。これからです。一応自分の艦隊の場合だと2番艦のフレッチャーと3番艦の高波ですね。この2人が両方とも撤退してしまうと、おそらくボス前で逸れると思われます。反対に親潮と黒潮は撤退しても魚雷しか積んでませんので、ボス前から逸れるっていうことは、ほぼほぼないかなと。でもね、やっぱりいつこの退避というのを見るのは、心にきますね。あまりしたくはないんですけど、これがちょっと文字が変わればってなってしまうのでね。私が指令、本当ですか？やった！こうやって長くやってるとね、あまりこういうことはないに越したことはあるんですけど、私も過去にね、強沈をさせてしまったカンムスがね、おります。はい、これは正直おります。それ以来、絶対にね、強沈はさせないということで、もうこれは遊びじゃないんだみたいな気持ちでやってはいますので、本当に怖いですよ。さあ、行こうか。今回は結構ボロボロですね。どこまでやれるか。支援艦隊航空、おちょうど残ったな。
ここをやってくれるとね、ちょっと困るんだよな。よし、あとは第2艦隊を倒したので第1艦隊に。行きましょう。近代兵装なめないで。少し魚雷も自発痛いですよ。これからです。当たった。いける。さあ、連動鹿野屋さん、まあ、提督の背負う行みたいに捉えてます。コーチンに関してさ。まあ、いろいろと、まあ、ゲーム始まった当初はね、そのシステム自体がよく理解されていなかったので、まあ、中波でもね、更新するんだみたいな、そういった情報もあったりして、非常に進軍するかどうかを迷わされたのはね、まあ、今となっては確実に理解をしているので大丈夫ではあるんですけど、あとは本当にね、ヒューマンエラーさえしなければといったところではありますが、この艦隊は強力な支援艦隊ですね。ラバウルの貴婦人と言われた陸奥のカットインですね。そして黒豹と言われた綾波のカットイン。強い。そして四季並みもね、浦波もちゃんと当てていく。そして磯波ですねすごいな。ちょっとダメージ出過ぎ感はありますけど、これが野戦の力だと。今回もみんなね、よく頑張ってくれましたね。勝利取れました。いやー、本当にね、削りの段階だとね、本当に硬いのでこんなにダメージ全然出ませんので、そこだけは声を大にしてお伝えしたいというかね、今がダメージ出過ぎているところなので、本当に野戦になっても第1艦隊に攻撃することさえ難しくなってくるので、なんとかね、これは頑張ってくださいとしか言いようがないんですけども、そして、艦隊のアイドル中ちゃんだよがねまた来てくれた。よろしく。まあアイドルといえば、今回一番最初の回帰で仲間になった低型駆逐艦のモモもね、艦隊のアイドルっていう風に言ってますので、今連動がどのくらいになったかな。50は超えてるかな。提督、申し訳ありません。この体、修理が必要です。まあ運も結構高い子なんで、まあ竹と一緒にね、今後まあ第2水雷戦隊に組み込んで、活躍をしてもらうための準備ね、していきたいなと思っています。少し長いお風呂になってしまうかもです。かげろう、休憩入ります。この段階で親潮もダメージちょっと受けてるけど、小さなダメージでも大きなね損傷になる可能性があるので、私
少しだけ後ろに下がります。きちんとね、すぐ出ますから。補修をしてあげましょ補給助かります。補給は大事だ。それなくしては戦えう。ぬ。まあ大体こんなね流れで戦闘してはいるんですけど、作戦計画概要なかなかをやっぱりねご説明します。会えないですね。あとはね、この基地航空隊、今はまだ今と言いますか、燃料弾薬がもう少しでね自然回復量までもう行きますね、これだと。久しぶりになるな。はいよ。いつだってインフォメーションは大事さ。こちらが私多聞丸の艦隊といいますか提督情報ということになります。はい。こちらの右下のところに書いてるのが最大備蓄可能な各資材量っていうことで、今提督レベルが120の場合だと、3750っていうのが上限になってて、これ以下になりますとね、遠征しなくても勝手に溜まっていくっていう、そういうシステムなので、これ以上備蓄するときには遠征を回して補給をしていくっていう感じです。左下にあるその補給の回数とその成功率というのがありますけども、これがね結構ね、確率確かに 99% となってますけど、結構ポカしてます。これが一番よく間違うのが警備任務だったかな。遠征で軽巡洋艦を2隻入れないといけないっていう任務があったりとか、あとは重巡洋艦をね入れないといけないのに出さなかったりとかあとは本当は軽空母出さなくちゃいけないのに水上規模艦出してしまったりとかね、そういったほんのちょっとしたミスなんですけど、それは全部失敗のカウントになってしまうので、結構やってます。月1ぐらいはやってますね。出撃数も17万9838回っていうことになってはいますけども、ほとんどねキラ付けで出撃してる回数の方がほとんどになっちゃうので、よくね情報がまだ揃ってないうちに攻略される提督の人たちのこの出撃数だと、多分私のこの10倍ぐらいはね出撃してるんじゃないのかなというふうに思います。あんまりここで見る機会がないので、あと演習もね、これは欠かさずやってはいるんですけど、あまり勝敗に関しては気にしてません。とにかく演習することが大事なので、勝率は見ての通り 84% ということでね、あんまり高い方ではないと思います。あと下の方に出てるね、この海峡賞とかね、称号賞、これは第1期の時に、もらった称号、そして右下にある航空賞、これは今21、やっとね1個増えました。前回取れなかったですからね。これが最高の人は今22個持ってるということになります。よいしょ。という感じの、提督情報でした。はい。そして、アイテムの方ですけどもね、だいぶ勲章を最近ねちょっと割っちゃってるので、今40ですね。
まだ今月エクストラオペレーション攻略してないので、ちょっと心もとなくなってきてる感じはするんですけど、これ一つ階層設計図にしとこうかな。勲章4つで、階層設計図にしておきましょう。一つ。はい。ね。あとは、イラコはね、結構任務で配ってくれるから数はあるんですけど、間宮はね、本当に稀にしかもらえないので、この数の格差が、10倍ほどあるっていうのも、大変なものです。あとは開けずにしてしまっているプレゼント箱、そしてこのカンムスからのチョコもね、開けられずにこのまま5つになっちゃったな。これどうしたものか。でもこれもね、開けちゃった。開けるとこうなるのか。しまった。こうやってね、開けちゃうともらえますので、いざという時のための最後の切り札的な存在ですね。確か航空賞もそういうことできるので、ちょっと触らないでおこう。あとはこの高速建造材ですね。こちらが今支援艦隊がね来た時に消費される大切なアイテムになっています。当初はね使い道がちょっとなくなっちゃったなんていうこともあったのかななんて思うんですけど。鹿屋さん、大和会にの噂があるみたいなんで、設計図分の勲章派取っとこうと思います。そうですね。それも情報としてちらっとね載ってましたね。まだ誰がなるのかっていうのは明言されてませんでしたけども、待望の超ド級戦艦この子のね、大規模改修が1年以内に来るということをね、プロデューサーも言っていましたので、武蔵の時もそうでしたけど、設計図多分2個ぐらい使う可能性あるので、勲章8つですね、用意しておいた方がいいのかなと、個人的には思っています。あとは、伊勢やヒューガーの時とようにね、なんかカタパルト強化みたいな階層も考えられるので、カタパルトも1個ね、あった方がいいのかな。これはちょっとね、用意したくてもできるようなものではないので、もし可能であればということで一応ですね。あと可能性があるとすれば、新型砲兵装資材ですかね。鹿屋さん、大穴、アイワそうですね。アメリカのカンムス、こちらもね、実装されてからだいぶ経ちますから、可能性あると思います。はい。ということで、疲労も回復しましたので、再度出撃をしていきましょう。先ほど途中で退避させてしまったので、この場合通常のよりも疲労がね、回復に時間がかかってしまったのでね、こんな感じに間を入れました。ご説明します。これで3回出撃したので、あと今日ですね、あと2回今日はやって、それで締めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。準備は万全。チンツ、行きます。
突撃用意行きましょう。Enemy in sight。全艦戦闘態勢に。うん、よし。まずは最初の空襲マス、突破ですね。本当に嬉しい。さあ、どんどん行きましょう。各艦突撃用意行きましょう。野戦と参りましょう。皆さん、春風に続いてくださいませ。下がりませんよ。そこです。どうだ。よし、かわした。下がりませんよ。そこです。悪いわね。今日は黒潮によくダメージが入るな。自発装填済みです。これからです。いける。連度の上がった高波の力。服を切らせて骨を断つのよ。仕方はじめ。どうだ。どこに来る。今度はかげろうか。でも中波なんでまだ大丈夫。またバーチョーしたですか。ありがたいです。こういったものはさあ、どんどんいきますよ。合戦用意、全艦突入。大丈夫。各艦突撃用意行きましょう。あちらにも敵が。まさか軍狼戦術。よーし。今回はね、航空支援なのであまり期待はしていないんですけど、1体落としてくれましたね。砲撃戦も気を抜くんじゃないぞ。左舷応戦よ。撃て。悪いわね。もらったわ。直撃や。いける。連度の上がった高波の力お見せするかも。狙って。全部黒潮いったか。いったけど全部かわした。いいね。だんだん慣れてきたというところでしょうね。慣れ重要です。たまたまやで。気にせんといてや。このたまたまがね、非常に大切になってきます。残傷と傷者突撃します。私に続いて。魚雷も自発装填済みです。これからです。よし。さあ、最初の攻撃はこちらが1本取って、そこです。反撃が厳しいな。大丈夫。敵艦はげるの。後続艦隊続いてください。よし、当たった。あとは当たった。いける。4番艦、5番艦いったか、6番艦か。かげろう、残念。直撃や。服を切らせて骨を断つのよ。
あでもね、かげろうだけなのでね、大丈夫ですね。ここは間違わないで、選択をしていきたいと思います。私が指令本当ですか？やった黒潮さん見てましたか？私やりました。磯波と申します。よろしくお願いいたします。はい、磯波よろしくね。では、かげろうがね損傷しちゃいましたので退避して進軍をしていきます。はい、いつやってもこの選択は緊張します。このルンガ、第二次ルンガ沖野戦というのは完全にね、イフ作戦っていうことになっているので、果たしてこの後に続く作戦というのはどういったものになるのか、果たして最後まで、完走できるのか、非常に心配にはなってきますけどもね。まあ何はともあれ今はここが最後の到達点なので、頑張っていきましょう。撃って撃ちまくれ。あ、出ちゃった。T 字振り出ちゃった。連度の上がった高波の力お見せしなきゃ。これがね、削りの段階だともう絶望的なね状況になっています。第二艦隊がねこんな風に落とせないですからね。だいたいここで T 字振りを引いてしまうと、まあ割合でダメージがボスに入ればいいかなぐらいのね感じになっちゃうんですけど、これでもこれはこれで大変こちらもダメージがね通らないので困りますね。これは大惨事だ。なんとか勝利、みんな頑張ってきてね。野戦に突入します。あと3隻を落とさないと。来ましたね、強編成従来総監の大糸北上軍が来ました。でもね、これも戦闘形態がね影響しているのでダメージはおそらく、かなりね影響してるはずなんですけど、ダメージが入るな。あと勝利は確定しましたね、これで。ボス以外全部落としちゃいましたね。大変なものです。でもこちらも手数があとわずかしかないんで、どうだ、いけるか。
親潮やるのか。やれないよね。さすがにやれないよね。ここまで来ると。いや、でも、あの体勢からここまでね、よく持ってきました。支援艦隊だけで5隻も落としてくれましたからね。もうこれ以上望むべきものはないというとこです。高波がお役に立てたかもですか？よかった。ね、よかったよかった。無事に帰ってこいよ。私、妙高型従順洋艦妙高と申します。共に頑張りましょう。ね。まあ5-2ではね、妙高さんも大活躍でした。よろしくお願いします。艦隊戻ってきたぜ。よかったよかった。という感じで、やってきましたけども、いよいよ、今日はね、次の出撃で、最後という風にさせていただきたいと思います。ちょっとね、ダメージが残っちゃってるんで、ごめん、もっと戦いたいんだけど、出撃の方は40分くらいかな。う。申し訳ありません。この体、修理が必要です。4時40分ぐらいになったら出撃していきたいと思いますので、よろしくお願いします。すみません。少しお風呂に。補給助かります。補給は大事だ。提督、ガンいる？作戦計画概要をご説明します。来すぎたな。札が来すぎたな。よし。そしたら、ちょっとかげろうだけね、いよいよ私の出番ね。疲労回復呼んだ？と兼ねての出撃よ。キラ付けをしていきましょう。くわよ。さて、みんないい？階層かげろう型の威力、見せてあげるから。もらったわ。いっけー。どう？私の戦闘は少しは参考になったかな？お礼なんていいのよ。私、綾波型駆逐艦おぼろ。誰にも負けない。多分。はい、おぼろよろしくね。みんないい？階層かげろう型の威力見せてあげるから。いっけー。攻撃よ、攻撃。攻撃よ、攻撃。どう？私の戦闘は少しは参考になったかな？お礼なんていいのよ。ふう。はじめまして、ねのひだよ。艦名読みづらくなんかないよね。ねの日。今日は何の日？ねの日だよですね。よろしくお願いします。作戦完了よ。よし、これで、補給か。 OK ですね。ありがとう。あとはね、死刑、少し下がるよ。少し風呂入るわ。
休憩入ります。第67任務部隊 USS ホノルル発病だ。楽しくい海白露型一番艦海風五水星マス風、君たち海白露型駆逐艦川風出るぜ、ついてきな。はい、それではね、用意が整いましたので、今日、配信の中では最後の出撃していきたいと思います。ごきげんよう。進もう。作戦計画概要をご説明します。公団作戦最終作戦海域作戦要項です。基地第二水雷戦隊機関陣痛出撃いたします。さあ、第二水雷戦隊、今回もね、厳しい戦いですけど、くぐり抜けていきましょう。各艦突撃用意行きましょう。Enemy in sight。全艦戦闘態勢に。こんな私でも提督のお役に立てて本当に嬉しいです。各艦突撃用意行きましょう。招き猫さん、こんにちは。あ、招き猫さん、こんにちはです。今日もね、カンコレ楽しんでやっておりますので、よろしくお願いいたします。道中支援がね、確率的には 90% なのでね、仕方ないね。たまに来なくなっちゃうのは仕方ないです。どう？私の戦闘は少しは参考になったかな？ああ、お礼なんていいのよ。さあ、どんどんいきますよ。福田貞一さん、こんにちは。あ、福田さん、こんにちはです。いや、見に来ていただいてありがとうございます。多聞丸のカンコレ、多聞丸です。各艦突撃用意行きましょう。招き猫さん、もしよろしければコメントちょっぴり涙目。行きましょう。そうですね。支援艦隊は来ないと、この海域に限らず、どんなところでもね、ちょっと困ったことになってしまうんですけど、でもそれはそれで、戦いというのはね、不測の事態が起きるものなので、きちんとその状況を見定めて戦っていくと
というところが重要だと思います。いや本当にツイッターのリスナーさん、フォロワーさん来てくれて嬉しいです、なかなかねこちらから発信していく情報というのも本当に断片的な情報しかね発信できないんですけど、もうこうやってね見ていただければ、こういったプレイの仕方をしてるっていうのをね伝えることができるのでね、本当に、ジンツーさんではないですけど嬉しいですね。さあ道中もあと1戦残すのみになっております。いやそれにしても本当に暑い日が続いてますのでね、皆さんも水分補給忘れずに、体調管理はねやっぱり自分の体が一番大切ですから、無理をせずにしていきましょう。敵艦発見。後続艦隊続いてください。当たった。いける。さあ悪いわね、もらったわ。よし、あと6番艦。本当に今回からね野戦のキャップが解放されたと言ってるうちに最後もらっちゃいましたね。覚えてろよな、また来るんだからね。本当に油断できないですね。たまたまやで、気にせんといてや。カットインは非常に出やすくなってるんですけども、相手からのね攻撃も非常に苛烈になってるので、今回はね長波が大破しちゃったので、ちゃんと大破したカンムスは退避、意見愚信を受諾、そして進軍ということでね、このタイミングが一番怖いちゃんとできてるかなっていうことでね。ではボス戦に行きましょう。単獣陣でいきます。脱線させてもらうわけにはいかないんだ行くぞ。基地航空隊いいね、いいダメージ。残敵を操作する。おお、いい支援。下がりませんわ。そこです。悪いわね、もらったわ。連度の上がった高波の左力、防戦よ。お見せするかも。腕狙って仕方始め。狙って下がりませんよ。そこです。攻撃よ、攻撃。よしよし。後続艦隊続いてください。下から潰していくのは相変わらずうまいな。狙って。やだ、思いっきり被弾。ここでフレッチャーも被弾。いける。さあでは野戦に突入してきます。今回の支援艦隊は誰だ。突撃します。私に続いて戦場海域に到達。突撃します。来たね。月並み了解。19個第一小隊
隊突撃。第二小隊続いて突撃。さあ行きますよ。第三砲塔を敵に施行。逃がさないわ。撃て。綾波が守ります。三連装後期型魚雷。結局私の出番か。あと追犯艦1隻。さあどうだ。魚雷の自発装填済みです。これからです。よし、あとはボスのみ。今回はだいぶ残っちゃってるんで大丈夫かな。高波も700。そして親潮のカットインじゃないけど落としちゃった今日もみんなね本当に頑張ってくれるね。ありがとう。勝利取れましたね。高波がお役に立てたかもですか。よかった。本当に嬉しいかもです私は慶順北上。まあよろしく。そして、北上さんよろしくね。なかなかね会えないな。戻ってきたぜ。よかったよかった。ということでね、今日は出撃はねここまでということにさせていただきたいと思います。だいたい時間にして1時間半ですかね。攻略に関しては5回出撃して、ボスに全て到達して勝利4回勝利を1回ということだったんですけど、また次回がありますのでそれまでにまた準備を整えていきたいと思います。それではね、いつも締めの時にやっている、今日は何の日コーナーをねやらせてもらって皆さんとお別れしたいと思います。ちょっと用意しますので少々お待ちください。はい、それでは、今日6月13日ですね。今日はこの記念日となっております。本日6月13日は、鉄人の日となっております。こちらは1987年昭和62年のこの日、プロ野球広島東洋カープの衣笠幸男さんですね。2131試合連続出場の世界記録を達成しました。それまではアメリカのね大リーガールー・ゲイリック選手が2130試合の連続試
試合出場の記録を持っていたわけなんですけども、衣笠選手は1996年、平成8年、6月14日にアメリカの大リーグ、カル・リプケン選手に破られるまで世界記録をね、持っていたわけですね。そして連続試合出場の世界記録の更新をしたとき、衣笠選手はいつか誰かこの記録を破ってほしい。この記録の偉大さが本当にわかるのはその人だけだろうからという言葉を残しました。衣笠選手は記録をアメリカではね、非常に高く評価されているそうで、現在でも衣笠という名前はアメリカで最も名前の知られている日本人の野球選手の一人であるということなので、とても、嬉しいですね。1987年6月22日に王貞治選手に続いてプロ野球選手として2人目の国民栄誉賞を受賞されました。同年、満足に守備ができなくなったことを理由に、現役を引退しております。今日はこの、鉄人の日を紹介させていただきましたが、映像の中に鉄人28号がね出ています。こちらは鉄人と相性をしていた1974年、昭和49年までは背番号が28番だったんですね。横山光輝先生の漫画鉄人28号、それにあやかってのその相性を示す通り、野球選手の中でも小柄な体格でありながら正反対に飛び抜けて体が頑丈だったということでね、私はそんなに体が丈夫な方ではないんですけど、ちょうど、私が知ってる頃にはもうね現役ではなかったので、記録だけは知ってはいます。中には本当に現役時代から知ってる方もいらっしゃるとは思うんですが、本当にね惜しまれつつもう今は亡くなられてしまったわけなんですけども、でもこうやって、語り継がれていく、語り継いでいかなければならないことがやっぱりいろいろ我々の生活の中にもあります。これもその一つだと思います。私の番組では、そんな一コマをね皆さんに伝えられたらいいなと思って、今後も続けていこうと思っています。もちろんカンコレもね続けていきますので、またね皆さんこの番組で、お会いできることを期待をして今日はお別れをしたいと思います。本当に今日は、最後まで、ご視聴いただきましてありがとうございました。まだちょっと宗谷にはね会うことができませんでしたけど、また次回、チャレンジしていきますのでよろしくお願いいたします。959さん、皆さんお疲れ様でした。またね次回どんな感じの展開になるのか分かりませんけども、また元気に配信をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。お疲れ様でした。皆さんもね健康管理、体調不良にならないように、元気にいきましょう。お疲れ様です。ありがとうございます。それでは、多聞丸のカンコレ多聞丸です。これで、失礼したいと思います。それでは皆さんごきげんよう
じゃあね。